僕は5年前、25歳の時に高校時代から付き合っていた彼女とめでたく結婚した。学生時代からの付き合いなので、双方の両親も仲が良く、僕たちのことを心から祝福してくれた。僕は営業の仕事で、妻、美和子は花屋の店員。二人は全く違う仕事をしていた。しかし、両者の職場が近かったため、僕たちは結婚と同時に二人暮らしを始めることができた。新婚って感じだね。引っ越しの荷ほどきをしているとき、僕に向けられた美和子の笑顔は、それはもう眩しいものだった。この笑顔を一生守り続けようと、密かに僕は胸に誓った。この時、僕は幸せの絶頂にいた。最初の1、2年は、僕も美和子も互いの仕事の状況や体調を気遣いつつ、家事をうまく分担して暮らしていた。休みの日が被った時にはデートに出かけることもあった。高校時代、美和子に告白した時、将来はこんな風に過ごしたいな、と夢見ていたことが今現実になっているのだ。そしてこの二人の幸せはこれからもずっと続いていく。そう信じて疑わなかった。しかし結婚も3年目を迎えた頃、そんな幸せに陰りが見え始めた。最初は些細なことだった。美和子の仕事の帰りが遅くなったのだ。ごめんね。今日も遅くなると思う。繁忙期なのだろうと、初めは僕も軽く考えていた。疲れている美和子をいたわろうと、夜は料理や洗濯などの家事を済ませ、美和子の帰りを待っていた。その頃は美和子も家に帰るとほっとした表情をして、ありがとう、達也。最近家のこと任せっぱなしで、ごめんね。そんな風に笑顔で僕にお礼を言ってくれていた。しかし、それから数ヶ月経っても、美和子の帰りが早くなることはなかった。以前は7時前には帰宅していたのが、今は毎日のように9時を超えていた。花屋の事情は知らないが、少なくともこの1、2年はこれほど長く繁忙期が続くことはなかった。美和子、最近働きすぎじゃないか？職場で何かあったのか？さすがに心配になって、ある日僕は美和子にそう尋ねた。しかし美和子は少し笑いながら、心配してくれてありがとう。でも、ちょっとお店が忙しいだけよ。そう言って目をそらした。なんとなく気まずい雰囲気が僕と美和子の間に流れた。本当に店が忙しいだけなのかもしれない。しかし、どこかよそよそしい美和子の様子が僕はどうしても気になった。もし仕事でトラブルが生じているなら、少しでも力になりたかった。でも、もしかしたら言いにくいのかもしれない。ふらふらと寝室へ向かう美和子の背中を見ながら、今度、こっそり美和子の職場に行ってみよう。と、僕は決意した。数日後、僕は美和子に内緒で仕事を早めに切り上げ、閉店時間の18時に合わせて美和子の働く花屋を訪れた。美和子に見つからないよう、路地に隠れて様子を伺っていると、お疲れ様でした。よく知った声が聞こえてきた。店から出てきたのは美和子だった。今日は仕事が早く終わったのだろうか。やっぱりここ数ヶ月はたまたま忙しかっただけなのか。僕は安心して一緒に帰ろうと美和子に声をかけようとした。その時だった。美和子、お疲れ様。今日も一緒に帰ろう。突然耳に届いた男の声に驚いて、
僕はその場に固まった。美和子を追って背の高い男性が店から出てきたのだ。会話の内容は聞き取れなかったが、美和子とその男は親しげな様子で、家とは反対方向へ二人で歩いていった。その後ろ姿を呆然と見届けつつ、僕の中にはふつふつと様々などす黒い感情が浮かんできた。美和子は今まであの男と会っていたから帰りが遅かったのだろうか。僕は今まで不倫をされていたのか。二人を追うことも考えたが、決定的な瞬間を目の当たりにするのが恐ろしくて、僕にはできなかった。まともに動かない頭の中には、男と美和子への怒り、そして何より、美和子が離れていってしまう悲しみが渦巻いていた。その日はそのまま家に帰り、僕はいつも通りに美和子を迎え入れた。普通ならここで美和子を問い詰めるのかもしれない。でも僕にはそれができなかった。このまま僕が知らないふりを続けたら、美和子と二人で過ごすこの幸せな時間が続くかもしれない。それにこの後に及んで美和子から何かを言ってくれることを僕は期待していたのだ。それほど僕は美和子を信頼していたし、愛していた。しかし美和子は今日も、遅くなってごめんね。夜ご飯いつもありがとね。そう言って微笑むだけで帰りが遅くなった理由もあの男のことも何も教えてくれなかった。僕の何がいけなかったのだろう。美和子はなぜ何も言ってくれないのだろう。苦し紛れに美和子から目をそらすと、ふと思い出した。そういえば今年は僕たちが付き合い始めてから15年目の節目だった。好きです、中村さん。僕と付き合ってください。絶対幸せにします。高校1年生の寒い冬の日、学生にしては少し重い言葉で緊張しながら美和子に告白した。当時から僕のこの思いは少しも変わっていないのに、そんな葛藤を胸に隠しながら、僕と美和子はそれから数ヶ月、取り繕ったように暮らし続けた。どうしても僕には真実と向き合う勇気がなかったのだ。それでも着実に美和子への不信感は募り、毎日用意していた夕飯もコンビニ弁当やお惣菜など適当なものになっていった。そして夫婦の会話もなくなってきた頃、ついに美和子が家に帰ってこなくなった。きっと僕の様子から不倫がバレたと感づいたのだろう。着信拒否までされていた。美和子が帰らなくなって3日目、美和子の名残だけを残す部屋で僕はたまらず泣き崩れた。どこから間違っていたんだろう。どこですれ違ってしまったんだろう。僕はただ美和子と幸せにずっと暮らしていきたかっただけなのに。何も言ってくれない美和子に最初は怒りや悲しみを覚えていたが、惚れた弱みだろうか。結局残ったのは美和子とまたやり直したい。この思いだけだった。それから数ヶ月、僕は抜け殻のように日々を過ごしていた。会社に行って家に帰るだけの毎日。体重も随分と落ちた。美和子のいない生活はやはり僕にとって何の価値もないものだった。美和子はきっと実家にいるのだと思う。でも僕は美和子の実家を訪れる勇気がなかった。美和子が他の男を選んだかもしれない。その事実を受け入れたくなかったのだ。次第に何もかもがどうでもよくなり、家事も全く手につかなくなった。
そのまま季節も巡り、真冬に差し掛かろうとしていた。なあ、大丈夫か？お前、最近変だよ。そんな時声をかけてきたのは会社の同僚だった。大丈夫だよ。僕は適当に答えてその場を去ろうとした。しかし同僚はがっしりと僕の腕を掴んだ。大丈夫じゃねえだろ。ちょっとおごってやるから、昼飯付き合えよ。同僚はそう言って、近くの定食屋に僕を引っ張って行った。しぶしぶ席に着くと、同僚は真剣な目をして、で、何があったんだ？と僕の顔を覗き込んでいった。だんだんやつれてるのわかるんだよ。何年の付き合いだと思ってんだ？黙り込む僕に対し、同僚はそばをすすりながらため息をついた。美和子のことか？とうとう確信をつかれ、僕は下を向いてしまった。この同僚とはいわゆる幼馴染で、小さい頃からの付き合いだった。高校も同じで、当然美和子のことも知っていた。なあ、無理強いはしねえけど、話して楽になることもあるぞ。ぶっきらぼうだけど優しい同僚の言葉に心が揺らぎ、僕はしぶしぶながらもこれまでのことを同僚に打ち明けた。美和子に対して思うことはいろいろあるけど、結局僕は美和子に戻ってきてほしいんだ。それだけなんだ。話を聞いた同僚はとうなってから笑った。お前、本当に美和子のこと大切なんだな。ポカンとしている僕に構わず同僚は続けた。だって浮気されたら普通もっと怒るもんだぜ。それに高校の時だってずっと一途に美和子のこと好きで。ほら、バレンタインの日に他の人に取られたくないって勇気出して告白してたじゃねえか。唐突な話に僕はカーッと赤くなった。そうだ。学生の時も美和子が他の人のものになるのが嫌で、バレンタインに乗じて思い切って逆告白したのだ。でも、美和子が本当に不倫したのか、まだ確定したわけじゃねえんだろ？僕は黙ってうなずいた。お前の美和子への気持ちも昔と変わってねえし、美和子も不倫するタイプだとは思えねえんだよな。同僚はそれからバンと僕の両肩に手を置いた。俺は話し合ってみるべきだと思う。実家に行ってみろ、達也。突然の提案に僕はうろたえそうになったが、同僚はこわもての顔でにっこりと笑った。大丈夫だって。お前はあの時と変わってねえから、また勇気出せるって。顔に似合わないその優しい声に、僕は不覚にも泣き出しそうだった。この時まるで頭の中の霧が晴れたように、美和子と話し合いたい。美和子に正面から向き合いたい。自分の中でその思いが強くなっていくのを感じた。そしてその週末、僕はやっと美和子の実家を訪れた。インターフォンを押す指は震えたが、同僚の言葉が脳裏をよぎり、僕は思い切ってボタンを押した。はい。こうか不幸か聞こえてきたのは待ち望んだ美和子の声だった。達也です。緊張しつつ僕がそう言うと、しばしの沈黙の後、玄関の扉が開かれた。美和子。つぶやくように名前を呼ぶと、美和子は困ったように笑った。近くのお店、行こっか。促されるまま、歩いて数分のファミレスへ行き、僕たちは向かい合って座った。
突然、いなくなってごめん。先に口を開いたのは美和子の方だった。僕はうまく返事ができず、数分沈黙の時間が流れたが、覚悟を決めて美和子を正面から見つめた。全部、美和子の言葉で聞きたいから。少しずつでいい。何があったのか話してほしい。僕の声は震えていたが、美和子は微笑みながらうなずき、大粒の涙をこぼした。達也に聞いてほしい。そして美和子は泣きながら衝撃的な事実を口にした。私、花屋のお客さんからストーカーされてて。僕は驚き、取り乱さないようにするのに必死だった。どうやら美和子は約1年前からストーカー被害に遭っており、悩んだ末にカモフラージュとして家が近い職場の同僚に恋人のふりをして一緒に帰宅してもらっていたらしい。まっすぐ家に帰ると住所がバレちゃうかもしれないから、少し遠回りして家まで送ってもらっていたの。美和子はハンカチで目元を拭きながら眉間にシワを寄せてうつむいた。でも達也がよそよそしくなって、多分職場の人と2人でいるところを見られたんだなと思って。けど私、達也に心配かけたくなくて、ストーカーのことも言い出せなかった。そうやって考えているうちに、なんだか全部わからなくなっちゃって。一旦実家に帰って、いろいろ整理しようと思って。美和子はハンカチを握りしめ、辛い表情で話し終えると、息を整え、まっすぐ僕の目を見た。でも、達也からしたら、何もわからないままこんなことになって、きっとすごく不安だったよね。本当に、ごめんなさい。深く頭を下げる美和子を、僕は複雑な気持ちで見つめた。美和子がストーカーに悩んでいたなんて、ちっとも気づけなかった。そんな自分を不甲斐なく思う一方で、頼って欲しかったと思う気持ち、不倫でなかったという安心感、美和子を疑ってしまった罪悪感、様々な感情が僕の中で渦巻いていた。俺も、ごめん。ぐちゃぐちゃな頭の中から一番初めに飛び出した僕の言葉に、美和子は少し驚いていた。不安だったし、頼って欲しかった気持ちもあるけど、美和子も怖かったし、いっぱいいっぱいだったんだと思う。夫なのに、そんな気持ちに気づけなくて、本当にごめん。僕は美和子に頭を下げてから少し身を乗り出して、カバンから取り出したチョコレートを差し出した。それは高校生の頃のあのバレンタインの日、美和子に渡したのと同じものだ。僕は今もずっと美和子が好きなんだ。悩みに気づけなかった挙句、美和子のことを疑った僕が言っても信用できないかもしれないけど、もう一度最初からやり直したい。絶対に幸せにするから。僕にまっすぐ向き合っていた大きな瞳からは、また大粒の涙が流れた。ありがとう。ホワイトデーは期待しててね。美和子はあのバレンタインの日と同じ笑顔でチョコレートを受け取ってくれた。僕たちが付き合って15年目のバレンタインの日、こうして僕は美和子に2度目の告白をした。あれから10年、僕たちは2人の子供に恵まれ、互いに支え合って家族4人で幸せに暮らしている。あの後、美和子とよく話し合い、僕は転職して2人で美和子の実家近くへと引っ越した。
ストーカーへの不安から解放された美和子は、その後すぐに妊娠した。子供が保育園に通い出してからは、自宅の一室で以前からの夢だったフラワーアレンジメントの教室を開いている。あの時背中を押してくれた同僚と僕は別の会社にはなったものの、お互い出世街道を進み、今でもよく連絡を取る。良きライバルとして切磋琢磨している。人は親しい人との間では信頼しているから、夫婦だから、そんな理由をつけて言葉にしなくても分かり合えると思いがちになることがある。でもやっぱり言葉で表現しないと伝わらないことはたくさんある。一度は大きくすれ違った僕たちだからこそ、あの時の辛さを忘れず、お互いに気持ちを伝え合うことを大切にしている。今日は僕たちの25回目のバレンタイン。僕は3つのチョコレートを手に、愛する家族の待つ我が家へと急いだ。